厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は私が独断と偏見で選ぶ死ぬまでに行きたい世界の音楽祭7選をご紹介します。音楽祭というのはつまりフェスです。音楽好きが集まるフェスはロックやポップス、ヒップホップだけではないんです。クラシック音楽の音楽祭は普段は実現しないような大スターたちの共演や豪華な演出も楽しめる非日常のまさにお祭りなんです。今日は私がここは絶対いつか行きたいと個人的に憧れている7つの音楽祭の魅力や特徴をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まずは何といっても世界で最も有名な音楽祭、ザルツブルク音楽祭です。ザルツブルクはクラシック音楽史上最高の天才と言われるモーツァルトが生まれた街です。この音楽祭のレジデントオーケストラ、いわゆるメインのホスト楽団は世界最高峰のオーケストラ、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団です。毎年20万人が訪れるクオリティも規模も最大級の世界一の音楽祭として知られています。ザルツブルク音楽祭の歴史は第一次世界大戦の頃まで遡ります。1917年、演出家のマックス・ラインハルトが祝祭劇場協会を発足します。そこにフーゴー・フォン・ホーフマンスタールらが加わり、1920年にホーフマンスタールの演劇だけの第1回ザルツブルク音楽祭が開かれました。規模は毎年大きくなり、翌年の1921年にはモーツァルト作品のコンサート、その翌年の1922年にはオペラも上演されるようになります。最初期からリヒャルト・シュトラウスやワルターなど超ビッグネームも参加していました。その後もトスカニーニやフルトベングラーなど世界的巨匠が参加する一大イベントになったのです。1938年にはナチスドイツのオーストリア併合によってザルツブルク音楽祭も縮小や中止の浮き目に遭いました。しかし1956年、カラヤンが音楽祭の芸術監督に就任したことによってザルツブルク音楽祭は勢いを盛り返します。カラヤンはウィーンフィルと双璧をなすベルリーフィルを音楽祭に出演させ、数々の有名指揮者たちを呼びました。そしてザルツブルク祝祭大劇場を新しく建設し、従来の祝祭劇場の改装にも取り組みました。こうして世界一豪華なザルツブルク音楽祭が出来上がったのですが、今年の2022年もやっぱり豪華です。2022年は7月18日から8月31日の45日間の開催です。17会場で174公演が行われます。ウィーンフィルのコンサートを振るのがリッカルド・ムーティ、ダニエル・バレンボイム、クリスティアン・ティーレマン、アンドリス・ネルソンス、エサ・ペッカ・サロネンの5人です。そしてゲストにベルリーフィルも登場します。もう全クラシックファン憧れの音楽祭といえばザルツブルク音楽祭でしょう。世界で最もチケットが入手困難な音楽祭といえばこのバイロイト音楽祭でしょう。この音楽祭は別名リヒャルト・ワーグナー音楽祭とも呼ばれます。その名前の通り、ドイツの作曲家ワーグナーのオペラと楽劇だけを上演しているのです。それもそのはず、バイロイト音楽祭はワーグナーの最高傑作の楽劇ニーベルングの指輪を上演するためにワーグナー自身が創設した音楽祭なんです。1876年、ワーグナーは自分の楽劇を理想的に上演するため、自らバイロイトに専用の劇場、バイロイト祝祭劇場を建設しました。そのお披露目として開かれたのが第1回のバイロイト音楽祭です。そこにはバイエルン国王やドイツ皇帝、ブラジル皇帝に加え、リストやブルックナー、チャイコフスキーといった当時第一線で活躍していた音楽家たちが招かれました。この音楽祭の総監督は代々ワーグナー家の末裔が務めています。現在でも国賓クラスの政治家や著名人たちが来場するこの音楽祭は警備も物々しいそうです。指揮者も演出家も歌手も、そして祝祭管弦楽団も実力のある一流の人たちが集結するまさにオールスターな音楽祭。
世界中にいるワーグナーのファン、いわゆるワグネリアンたちにとっては、このバイロイト音楽祭は聖地巡礼で、バイロイト音楽祭に行くことをバイロイトモーデと言ったりします。そして真夏にもかかわらず清掃していくのが通例になっています。超プレミアのチケットには購入者の名前が印字されているらしく、これも一生の宝物になりそうです。まさに特別な音楽祭です。2022年は7月25日から8月25日までの1ヶ月間、この動画をご覧の方々の中にバイロイトモーデのできる幸運な方はいらっしゃるんでしょうか？イタリアの音楽祭ベローナ音楽祭も外せないでしょう。この音楽祭はベローナにある古代ローマ時代の円形闘技場アレーナ・ディ・ベローナで行われる世界最大の野外オペラフェスです。古くから音楽の中心地として発展してきたイタリアは、ロマン派以降は特にオペラの中心地として輝いてきました。ベローナ音楽祭の始まりは1913年、イタリアオペラの大作曲家ヴェルディの生誕100周年という記念の年でした。100周年記念行事としてアレーナ・ディ・ベローナでヴェルディの代表作のオペラアイーダが上演されました。アレーナ・ディ・ベローナは通常公演で1万6000人を収容する巨大な劇場になるのですが、第1回から満席になる大盛況。当時はヴェルディと同じくイタリアを代表するオペラの作曲家プッチーニやマスカーニ、作家のカフカも感激したそうです。1947年のベローナ音楽祭では伝説のソプラノ歌手マリア・カラスがイタリアデビューを果たしました。イタリアオペラの大スターたちは必ずこの音楽祭を通過していると言われる、まさに世界最高のオペラの祭典です。一流の演出家や歌手たちが呼ばれるだけではなく、このアレーナ・ディ・ベローナが予想以上の素晴らしい音響というのも魅力の一つです。2022年は6月17日から9月3日までの開催です。チケットは各公演1万円以上と高額ですが、一度は行ってみたいですね。続いては日本でも馴染みのあるこの音楽祭、ラフォルジュルネです。これは比較的新しくできた音楽祭で、1995年にスタートしました。朝から晩までコンサートが行われる、まさにラ・フォルジュルネ、熱狂の日です。この音楽祭は一流の演奏を低料金で提供するというコンセプトで開催されています。さらにコンサートの時間もクラシックとしては短めの45分間。クラシックのコンサートに行ったことがないという方もフラッと立ち寄りやすい素晴らしい音楽祭です。このラフォルジュルネはフランスの音楽祭なんですが、姉妹都市での開催もあって、日本でも東京、金沢、新潟、大津、鳥栖の5都市で開催の実績があります。私は2008年初めて金沢で行われたラフォルジュルネに行ってきたんですが、本当に楽しかったです。今はコロナ禍で日本での開催は中止になっていますが、フランスでは1月に行われました。ぜひ本場のラフォルジュルネも行ってみたいですね。続いてはチェコのプラハで開催されるプラハの春音楽祭です。1946年、チェコを代表するオーケストラチェコフィルハーモニー管弦楽団の創設50周年の記念行事として始まりました。この年はナチスドイツに併合されたチェコスロバキアが独立を果たした翌年でした。音楽祭のオープニングコンサートは毎年チェコを代表する作曲家スメタナの命日5月12日です。そこではスメタナの代表作交響詩我が祖国が演奏されます。このプラハの春音楽祭の会期中にはプラハの春国際音楽コンクールも行われていて、ファイナルコンサートは音楽祭のプログラムになっています。2022年は今まさに開催中です。5月12日から6月の3日までの開催となっています。プラハの各会場はチェコの歴史と文化を感じさせる場所にあって、会場と会場の間を行き来するのもまた一つの楽しみになりそうです。チェコに行くならプラハの春音楽祭の時期に行きたいですね。ア
メリカのタングルウッド音楽祭も行ってみたい音楽祭の一つです。実はこの音楽祭、前半はクラシック、後半はジャズの祭典になるというちょっと変わり種な音楽祭なんです。始まりは1937年、ボストン交響楽団がタングルウッドの森の中で始めた野外コンサートでした。今では35万人が訪れる超ビッグな音楽祭になっています。音楽監督もビッグです。過去にはシャルル・ミュンシュ、レナード・バーンスタイン、そして小沢誠二ら名だたる巨匠たちが音楽監督を務めました。ホストのボストン交響楽団に加えて有名な楽団や演奏家たちが立て続けに出演します。それにもかかわらず価格が安いというのも特徴で、だいたい各公演 2,3000 円でチケットが手に入ります。半野外ステージなので芝生に寝転んでコンサートを待つというのも普通のクラシックコンサートでは経験できないことです。ロックフェスみたいですごく楽しそうですよね。6月17日から9月の4日までの開催です。音楽祭といえばイギリスのプロムナードコンサート、通称 BBC プロムスも外せません。約8週間という会期中に100公演以上のコンサートが開催されるヨーロッパ最大級の音楽祭です。プロムナードコンサートは普段クラシックコンサートに行かないような人にも親しみのある音楽祭を目指し、1895年にスタートしました。当時は飲酒や喫煙も自由で、聴衆も思い思いに歩き回っていたので、散歩を意味するプロムナードと名付けられました。今でも気軽に音楽祭を楽しむというコンセプトの通り、アリーナでは寝転びながら音楽を聴く人がいるほど、個人が思い思いに音楽を楽しめる音楽祭なんです。チケットも比較的安くて、大体が1万円以下で買えるというだけではなく、格安の立ち見席のチケットもたくさん用意されています。多くの人の感覚のフェスに一番近い音楽祭かもしれません。この BBC プロムスには毎年訪れるほどのファンも多く、彼らは通称プロマーと呼ばれています。そんな間口も広くファンの多い BBC プロムスですが、最終日だけは別格なんです。最終日のコンサートはラストナイトと呼ばれ、チケットも入手困難なプレミアコンサートになっています。ラストナイトは毎年お祭り騒ぎで、毎年定番曲が流れます。イギリスを代表する作曲家エルガーの威風堂々や、イギリス国歌として歌われることの多いゴッドセーブ・ザ・クイーンや、最後には蛍の光の原曲、スコットランド民謡のオールド・ラング・サインが演奏されます。観客たちはユニオンジャックを片手に大熱狂して合唱するそうです。2022年は7月の15日から9月の10日までの開催です。本当に一生に一度は行きたい音楽祭ですね。さて、ここまで死ぬまでに行きたい音楽祭7選をご紹介してきましたが、もう行くことはできない面白い音楽祭も一つご紹介させてください。それがイギリスのホフナング音楽祭です。この音楽祭はイギリスの漫画家ジェラード・ホフナングが1956年に始めた音楽祭です。ホフナングはクラシック音楽が大好きで、よくクラシック音楽ギャグ漫画を描いていました。その漫画を本当に実現させてしまったというのがこのホフナング音楽祭なんです。ゴムホースを楽器にした協奏曲やハイドンの交響曲驚愕を本当に驚愕させる演出に変更したびっくりシンフォニーなど、とにかくおかしなことを大真面目にやるというコンセプトの音楽祭です。これが当時のロンドンでハマり、 BBC プロムスと並ぶ音楽祭になるのではと期待されました。しかし創設から3年後、ホフナングが34歳の若さで亡くなってしまい、この音楽祭も追悼の開催を最後に終了してしまったのです。もうホフナング音楽祭には行けませんが、その様子は DVD や CD で残っています。概要欄にリンクを貼っていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。さて、ここまで世界の音楽祭をご紹介してきましたが、もちろんこの日本にも素晴らしい音楽祭がたくさんあるんです。それも東京近郊だけではなくて、全国各地で様々な音楽祭が開催されています。中には小沢誠二さんを総監督に迎える誠二小沢松本フェスティバルや、マルタ・アルゲリッチが総監督を務める別府アルゲリッチ音楽祭、バーンスタインがゆかりの音楽祭、パシフィックミュージックフェスティバル札幌など、巨匠が携わってる音楽祭もあるんですよ。私はもうすでに今年開催された石川金沢風と緑の楽と音楽祭に行ってきました。特
特に予定はしていなかったんですが、当日券でオープニングコンサートにフラッと立ち寄ってみました。そこでウィーンフィルの第2バイオリンの首席奏者クリストフ・コンツさんの素晴らしい演奏を聴きました。この方、バイオリンだけではなくて指揮もされる方なんですが、このオープニングコンサートではオーケストラをバイオリンで弾き振りしていたんですね。コンツさんがリードするだけで音色もリズムもいきなり異次元になったんです。こんな風に気軽に行った先で思いがけない素晴らしい発見や出会いがあるというのも音楽祭の魅力の一つだと思います。2022年は私もいくつかの音楽祭に行こうと思っています。その中の一つが調布国際音楽祭です。この厳選クラシックチャンネルにもたびたび出演してくださっている鈴木雅人さんがエグゼクティブプロデューサーを務めています。今年はなんと記念すべき10周年の年でバックトゥーザフューチャー、未来へつなぐ音楽祭と題して鈴木正明さんや鈴木雅人さん、そしてバッハコレギウムジャパンなどバッハといえばな皆さんがスペシャルなプログラムを演奏します。バッハ以外のプログラムも豪華で NHK 交響楽団が参加したり、角野隼人さんや小林愛実さんら豪華なソリストも出演したりと、本当に充実した音楽祭なんですね。個人的には推しのソプラノ歌手中江咲さんのバッハを聴きたいです。6月18日から26日までが会期です。概要欄に音楽祭のウェブページのリンクを貼っていますので、興味を持たれた方はぜひチェックしてみてください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、有名な作曲家の紹介やクラシック音楽の歴史の解説、オーケストラ楽団や演奏家の紹介など、クラシック音楽にまつわる様々な情報を毎週配信しています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。